気づいたらね、こうなってた。めっちゃね、こう身を乗り出したっていうんですか、もうすごい引きつけられるような感じでね、こうやって見ちゃってた。ボイストレーナーのつーさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、嵐ライブツアー 2026We Are 嵐、こちらのライブを見た感想をですね、語っていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ先日ようやく見れました。こちらの動画が公開されている頃には We Are 嵐の見逃し配信の期間も終わった頃かなっていうふうに思います。今回は歌声の知識だったり技術はどっかに置いておいて、純粋に嵐ファンとして感動した気持ちだったり嬉しかった気持ち、そういうのをですね 120% 喋っていますので、お付き合いいただけたらなというふうに思います。そして動画の最後にですね、今後の嵐の歌声分析動画の公開についてのお話もしておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速 We Are 嵐ライブレポ GO! さあ We Are 嵐最高でしたね。僕はですね、一般チケットの方を購入して配信の方で見させていただきました。めちゃくちゃ楽しみにしていたので、再生ボタンを押す時にめちゃくちゃドキドキしましたね。で、最初の方はですね、嵐のミュージックビデオがですね、流れていき、そしてカメラのアングルがですね、東京ドームの会場の外なのかな、あそこから会場の中に入っていくようなアングルでですね、客席の方に進んでいくんですよ。そうしたら会場内はですね、もう嵐コールがすごくてですね、僕はもうその瞬間にもうね、泣きそうになってしまいました。僕も東京ドームで一緒に嵐コールやりたかったですね。そして1曲目はですね、ラブレインボーですね。セットリストはですね、こちらですね。この動画のためにですね、作りました。AI を使ってね。嵐がですね、こう高いところにいるんですよね。これ言葉だけだと伝わらないと思うんですけど、実際にライブを見た方だったり、ライブ配信を見た方はですね、伝わりますよね。ステージがこうあるんですけど、その上にですね、嵐の5人がいるんですよ。で、その嵐のバックには映像が流れるこう液晶が並んでいて、そこはね、空の映像なんですよね。で、その空の中に虹がかかっていて、ものすごく嵐の5人が神々しかったですね。で、恥ずかしながらもう嵐のライブに圧倒されちゃって、ラブレインボー、ちょっとね、ごめんなさい、台本読みながらなんですけど、言葉より大切なもの、ラッキーマン、トラブルメーカー、この辺まではですね、もうただただ夢中で見入ってしまいました、僕は。で、その中でやっぱりトラブルメーカーの曲中にですね、MC が入るんですよ。そこがですね、めちゃくちゃかっこよかったなっていうふうに思いました。で、その次の Believe ですよね。Believe は多分誰でもどこかで聞いたことのある楽曲だと思うので、僕も実際そうだったんですけど、聞いたことがある曲がやってきた時のあの感動、もうものすごくね、鳥肌立ちました、僕。やっぱり嵐のすごいところって、誰でも知ってる曲がものすごくいっぱいあるところですよね。まさに国民的アイドルだなっていうふうに思った瞬間でした。で、その後にですね、二宮くんのバースデー動画ですかね、ファンクラブ限定動画なのかな、あれは。それが流れた後にですね、僕の大好きな Whenever You Call、 ライブの Whenever You Call マジでやばいですね。で、やっぱりメンバー一人一人の歌声もライブっていうこともあるし、ラストっていうこともあるしで、ものすごく感極まってる感じがですね、さらに感動しましたね。で、その後にカイトが来たんですけど、これもセットリストで泣かせに来てるなっていうふうに僕思っちゃいました。めちゃくちゃ感動するライン。カイトの次もワンラブだしね。もうこの辺は全部聞いたことがある。で、その後、イエスの僕が僕のすべて。この辺はですね、僕聞いたことがなかったんですけど、聞いたことがない曲でもものすごくかっこいいなっていう風に思うし、めちゃくちゃ楽しめる。もう本当にね、嵐すごいですよね。で、その後にですね、じゅんくんのバースデー映像が流れました。
メンバーで誕生日を祝うってものすごくメンバー間の仲がいいですよね。そういうところでねちょっとほっこりしたんですけど、そのバースデー映像も一人一人のその時に思ったこととかなんかね思い出話みたいなお話をしてくれるんですよね。その話の内容にですねものすごく感動するポイントもあったし、あ、この時はこういうこと考えてたんだっていうふうにね知ることもできたしで嬉しかったですね。でその次がですねさよならの後で、この曲も僕は初めて聴いた曲でしたね。で次のつなぐなんですけど、こちらも初めてだったんですよ。ただ歌声分析動画のリクエストでものすごいたくさんの方がですねリクエストしてくれた楽曲だったので興味深く見てみたんですけど、最初大野くんだったかな、指でねなんかこういうなんか韻を結んでるような呪術廻戦みたいなねああいうやつ、僕の世代ではクジャク王っていう漫画だったり映画があったんですけど、なんかそれがねめちゃくちゃかっこよかったし、炎の演出もですねめちゃくちゃかっこよかった。これはもう早急に歌声分析動画をですね公開しなきゃいけないなっていうふうに思いました。でつなぐで炎の演出でしょ。その後のパラドックスでは今度は水を使った演出だったんですよね。足元に水たまりみたいなところがあって、その上でパフォーマンスをしてるんですよね、嵐の5人が。で水をこうバーンってね蹴る姿がですねめちゃくちゃかっこよかったんですよ。で水の演出だけかと思いきや、ここでもこうね火柱が上がったりバーンっていう爆発する特殊効果、略して特効っていうんですけど、そういうのがあってですねものすごく圧倒されましたね。で次のカーニバルナイトパート2、こちらはですねメンバーがゴンドラに乗ってファンの近くにこう行くみたいな演出があったんですよ。大野くんはセンターステージで歌っていた感じだったかな。いやー羨ましいなって思いましたよ。ライブ会場に行ったらもう近くに嵐のメンバーが来てくれるっていうね、もう歌聞くよりも嵐のメンバーにこうアピールする気持ちの方が強くなっちゃいますよね。でここで出演してくれたジュニアの紹介が入りました。エイシーズと関西ジュニアと東京ジュニアですね。東京ジュニアのですねアクロバティックなパフォーマンスがめちゃくちゃかっこよかったです。で忘れちゃいけないのがカーニバルナイトパート2を歌っている時の大野くんのハイトーン、もうねうわーみたいなこういう顔じゃないんですよ。もうサラッみたいなすんごい余裕な顔でめちゃくちゃ高い声出してたんですよね。いやさすが大野くんだなって思いました。で次がエナジーソングですね。もうこの曲はですね嵐とファンの皆さんとの一体感がものすごくて、これまた感動しちゃいましたね。ただね MC で大野くんが自分のこと案外ちっちゃいでしょとか言ってるところがですねめちゃくちゃ面白かったんですけど、でこの時にセンターステージから、メインステージって言ったらいいのかな、そこに嵐の5人がですねこう移動するシーンがあったんですけど、僕は見逃さなかったですよ。じゅんくんがですね自分の飲み物と自分以外のメンバーの飲み物2つ持って移動してるんですよね。ものすごく気遣いのできるかっこいい男だなって思いました。で次がスケッチですね。焚き火を囲んで歌ってる姿がですねなんかものすごく個人的に親近感が湧いて見入っちゃいましたね。なんか嵐のメンバーのプライベート的な雰囲気を感じることができたというか。で次が大野くんのバースデー映像が流れましたね。で次が大家ですね。なんか空を飛んでるような演出、空飛んでるっていうかなんて言うんだろうな、こうなんかこう円形の足場みたいなやつがこうね高いところに行くの、ごめんなさいなんて説明していいかわかんないんですけど、こうお客さんが嵐のメンバーをこう見上げるような形になるパフォーマンスがありましたね。でその時にですねこれまたじゅんくんなんですけど、飛んでるドローンを多分ね捕まえたんじゃないかなって思うんですよね。急にねじゅんくんの顔がこうアップになったんですよね。でこんな仕草をしてたから多分ねドローンを捕まえたんですよあの瞬間。で次が裸足の未来ですね。めちゃくちゃアメリカンロックな感じの楽曲で、僕洋楽とかも大好きなのですごく好きな雰囲気の楽曲でした。で次が果てない空ですね。
切ないような楽曲でですね、僕めちゃくちゃ好きですね。で、A Day in Our Life ガッツで、その後に相葉くんのバースデー映像。だいぶね、駆け足で話しちゃって、この曲の感想をもっと喋ってほしかったとか思う方もいるかもしれないんですけど、なんかね、リアルにライブに参戦してるような気分だったんですよね。で、多分この動画見てくださってる方は、もうライブとか参戦してる方がほとんどだと思うんですけど、ライブ終わった後って、記憶なくなるじゃないですか。まさにね、あんな感じだったわけですよ、僕も。だから「A Day in Our Life ガッツ」のあたりとかもうね没頭しすぎて記憶なくしちゃってますすいません。で相葉くんバースデーの後にですねモンスターですね来たーって思いましたよね。めちゃくちゃ有名な曲でここから有名曲が続くんですよね。トゥルース、迷宮ラブソング、ワイルドアットハートでステップ&ゴーですよね。もう全部聞いたことがある。もう有名曲が立て続けに来るから僕はねどんどんヒートアップしてました。ここのセットリストで桜井くんのバースデー映像がここで流れて、その後ラブソースイートですよね。でこの時にですね嵐のメンバーのもう赤ちゃんの時の写真がバックのスクリーンに映し出されるんですよね。もうねすんごい感動しちゃって、この瞬間多分感動して泣いた方めちゃくちゃ多いんじゃないかなって思うんですよね、この時。で次のピカンチダブルの時はですね年代別の写真なのかな、各メンバーのその写真がですねバックのスクリーンにこう映し出されるわけですよ。もうどんどん感動しちゃって、で次の「マイガール」を歌ってる時のメンバーの表情がですねめちゃくちゃ感極まってるような感じがして、もう号泣ですよねこの瞬間。で次はデビュー曲の「嵐」。ここで嵐やばいなって思いました。で僕先日大野くんのデビューから現在の歌声進化分析動画をですね公開したんですよ。このサムネイルの動画なんですけど、その時に大野くんのデビュー当時の歌声をピックアップさせていただいたんですけど、その楽曲が嵐だったんですよね。だからデビュー当時の嵐の歌声と現在の嵐の歌声をですね両方体感できて、すごく胸が熱くなりました、この瞬間で。最後アカペラでしたよね。ここでコーラスワークが素晴らしいっていうところをですねしっかりとアピールしてくれて、僕はねもう最後の最後までめちゃくちゃ嬉しかったです。で次はですね感謝感激雨嵐。これ曲が始まった瞬間にですねメンバー全員がわーってダッシュしてステージの横まで走り抜けていくんですよね。この姿がですねめちゃくちゃかっこよかったんですよ。でサビのですねファンと嵐の掛け合いがですねめちゃくちゃ感動しました。もうね終盤は感動しっぱなしだったんですよね。僕ここでも泣きそうになりました。で次がハピネス。この時にですね嵐のメンバー全員が配信で見ている方たちのためにですね5人揃った姿でのカメラ目線をやってくれたんですよ。これ嬉しかったですね僕。でライブ終盤にもかかわらずパフォーマンスもめちゃくちゃパワフルでものすごい体力だなって思いました。でこの後がですねめちゃくちゃ感動したシーンです。一人一人のファンの皆さんに対する感謝の言葉 MC ですね。まずじゅんくんからでした。もう何度もありがとうっていう風に感謝の言葉を伝えて、最後にメンバー一人一人と抱き合うんですよね。もうね涙が止まらない。で次は二宮くんでしたね。二宮くんはですね感動っていうよりも笑いありっていう感じの MC でした。ただジャニーズっていう言葉をですねものすごくいっぱい使っていて、そこにですね僕は逆に感動しましたね。やっぱり二宮くんにとってはスタートエンターテインメントって言えばやっぱりジャニーズっていう名前の方がものすごく心に残っていると思いますし、ジャニーズというワードに対する気持ちをですね最後に嵐ファンの皆さんに伝えたかったのかなっていうふうに思って、そう思ったらですね笑いありの MC だったんですけど感動してきちゃって、で最後にものすごいいいことを言うんですよね。二宮くんできるかできないかじゃない、やるんだ、こういうふうに言っていたんですよ。これは自分の目標に対する言葉というか、多分二宮くんが常に意識してる言葉だと思うんですけど、
できそうだからやるとかできなそうだからやらないじゃなくて、何があってもやり遂げるみたいなことを言っていたんですよね。僕ものすごいこの言葉が刺さって、これからの教訓にしようって思いました。で次、相葉くんの MC ですね。もう相葉くんもですね、ものすごく感謝の言葉をファンの皆さんに伝えていたんですけど、もう泣くのを我慢して声が震えてるんですよね。もうね、今思い出しても泣きそうになる。それでも言葉一つ一つをですね、一生懸命伝えている相葉くんがですね、めちゃくちゃかっこよかったですね。で次、大野くんの MC なんですけども、最初の方から大野くん泣いちゃうんですよ。やっぱりいろいろね、大野くん自身思うところもものすごいいっぱいあったと思うし、だからこそより一層ファンの皆さんだったりメンバーの4人に感謝の気持ちもあったと思うし、そういう気持ちが溢れた瞬間だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、メンバーがこの4人だからここに立ててますって言うんですよね。でその後にじゅんくんがまたもう思い出しても泣きそう。最高のリーダーだぜって言うんですよ。もうね、本当に泣いた。で MC 最後は桜井くんです。めちゃくちゃ爽やかな笑顔でハキハキと喋っていたんですけど、やっぱりね、桜井くんも泣くのをこらえてたみたいで、途中でその涙をこらえてる姿をちらっと見せるんですよね。もうそんな姿見たらこっちも泣いちゃうじゃないですか。で最後に桜井くんこう言うんですよ。僕たちが嵐でした。いや、僕たちが嵐ですって。もうやばいよね。もうごめんなさい、喋りながら思い出してちょっと涙出てきた。いや本当に感動しました。でこのめちゃくちゃ感動してる中での最後の曲5で、5歌ってる時もみんな涙声なんですよ。もう泣かないわけないですよね。だからもうね、終盤はずっと感動したり泣いたりしてました僕。でこうやって見てたんですよね。ここの前に、パソコンで見たんですけど、僕は5の時は気づいたらね、こうなってた。めっちゃね、こう身を乗り出したっていうんですか、もうすごい引きつけられるような感じでね、こうやって見ちゃってた。ものすごい魅力が画面から伝わってきた瞬間でしたね。でオリジナルだと最後は感想で終わるんですけど、その感想の部分でですね、ライブ限定アレンジなのかな、歌のフレーズが入っていて、そのフレーズに特別感を感じてまたね、感動しちゃってました。で最後はですね、嵐が登場したところにですね、最後こう行くんですけど、またこうね、嵐の5人がこう上に上がっていって、でそのバックがですね、扉みたいになっていて、その扉から嵐の5人が退場していくんですよ。でその瞬間に横にですね、嵐カーが地平線の向こうまでこう進んでいく映像が流れるんですよね。嵐カーって5の時に出てきた嵐カーね。なんかそれがこれからの嵐の未来を描いてるような感じがして、もうね、その映像でも泣いちゃった僕は。そしてその後、いつまで経っても鳴りやまない嵐コールで、アンコールがない場合ってライブって客席明るくなるじゃないですか。明るくなってるにもかかわらず、嵐ファンの嵐コールが鳴りやまないんですよね。いやもう本当に嵐のライブはもちろん感動したんですけど、それと同じぐらいファンの皆さんの気持ちがですね、伝わってきて、僕はね、もうダブルで感動しました。いやもう本当に最高のライブだったなっていうふうに思いました。でここでライブ配信の映像は終了しましたね。だいぶ駆け足でババって喋っちゃったから伝わりづらかったところもあると思うし、この曲の感想を聞きたかったとかそういう意見もあると思うんですけど、今僕が伝えられる気持ちはこれが限界かな。やっぱりね、気づくと没頭しちゃうから、最初はね、一曲一曲目に焼き付けて頭に焼き付けて僕の気持ちを言葉で 100% 伝えられるようにしようなんて思って見始めたんですけど、やっぱり気づくとね、集中して没頭しちゃってるんですよ。もう頭の中はもう嵐のことでいっぱいで、純粋に嵐の魅力に包まれていたいっていう気持ちになってしまってですね、こんな感じの感想動画になりました。ただ11月3日だったかな、 We Are 嵐の DVD がリリースされます。それがリリースされたらですね、僕はね、
購入してもう一回じっくり見たいなっていうふうに思っています。嵐のライブ最高でしたから、見た方も今回都合が合わなくて見れなかった方もですね、ぜひライブ DVD 購入していただけたらなというふうに思います。そして今後の嵐の歌声分析動画なんですけど、僕は嵐が活動を終了したとしても、嵐の歌声の魅力はですね、語り続けます。こんな素晴らしい魅力を持ったグループを過去の思い出になんてさせたくないです。嵐の歌の魅力を知ったのが割と最近だったからこそ強くこういうふうに思います。もしかしたら何年か経った後に一夜限りの再結成とか活動再開しますっていう可能性も僕はゼロじゃないと思っていて、だからその日が来るまで嵐の魅力をですね、たくさんの人に伝え続ければ嵐活動再開の可能性も上がるんじゃないかなって思うんですよね。なんかそういう夢を見ながらですね、今後も嵐の歌声分析動画を公開し続けますので、嵐ファンの皆様、今後ともぜひよろしくお願いします。これからも嵐全力で追っていきます。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。